こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材レビュー、そして猫の絵のメイキングをアップしています。今回はドライブラシについて短くわかりやすく解説してみようと思います。ドライブラシとはその名の通り、乾いた筆、あるいは限りなく水気を切った筆を使うテクニックのことです。水彩画なのにほとんど水を使わないと聞くと少し変な感じがする人もいるかもしれませんが、特に細部の表現に役立ちますので知っておいて損はないと思います。筆や絵の具といった基本的な画材、そして水気を拭き取るために布でも紙でも何かしらタオルをご用意ください。それでは行ってみましょう。そしたらドライブラシの塗り方、基本的な手順をお見せしていきます。まず使いたい色をパレットに溶きます。そしてこのままタオルで筆の水気を拭き取ります。または筆を絞って調整しても OK です。どのくらい筆の水気を取るのかっていう目安の一つとしては、パレットに筆を押し付けて穂先の毛がばらけてかさついた感じになっているかどうか、私はこうやって確認することが多いのですが、もっと正確に知りたいのならこういういらない紙の切れ端とかに試し塗りをするのが一番確実です。そしてね、もうお見せしちゃったんですけれども、筆の水気が適度に切れたら乾いた画面に塗ります。絵の具を溶いて水気を切って塗るだけ、とってもシンプルです。一切水を使わずに塗る方法もあります。チューブから出して柔らかい状態の絵の具を一切水を通していない乾いた筆につけて塗るだけです。極限まで水を減らした乾いた雰囲気のドライブラシになります。このやり方はハイライトとか色を強調させたい時にとっても役に立ちます。ドライブラシについていくつか説明しておくと、全ての水彩技法に言えることなのですが、使う水彩紙によって出方が変わります。粗めの紙を使うとかなり乾いた雰囲気になりやすいです。そして紙だけではなく、使う筆によっても表情が異なります。丸筆、平筆などお手持ちの筆でどんなドライブラシができるのか、ぜひ試してみてください。そして水気をどのくらい切るのかによってもドライブラシの様子は大きく変わってきます。筆の中の水と絵の具の比率をコントロールする必要があります。慣れないうちは筆の水をギリギリまで拭き取ってみるとドライブラシの感覚がつかみやすくなると思います。筆をギューッと画面に押し付けるよりも軽く紙に筆が触れる程度にしてほうきで吐くようにさっと動かすと良いです。この筆を動かす速さによってもドライブラシの雰囲気は変わってきます。私はあまり風景画は描かないので、猫の毛を描く時とかによくドライブラシしますが、風景を描く人にとっては木の樹皮や雨、雪などを描く時にぴったりの表現だと思います。ということで今回はドライブラシについてお話ししました。よかった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。